新聞記入するとこ、こいです。大会まで残り6日。1週間前、ちょうど1週間前になっております。今日からウォーターローリングっていうのをしたいと思います。ウォーターローリングっていうのはね、前の動画でもちょっと説明したんですけど、6日間大量に水を取って、昼ぐらいまで飲んで、そこから一気に大会当日まで抜くっていう、すごい医療作用が働いてるんで、体内の水分を一気に抜くっていうような、そういう作業をしたいと思います。あと代謝を上げるメリットとかもそういうのもあるんですけど、っていうのをやっていきたいと思います。で今日はね、また今からコーヒーを作って、でそこから今日で朝、いつも最近4時に起きてるんですけど、おしっことともに3時にちょっと起きてしまって、かなり早いんですけど、そのままもう寝ずに1時間寝てもしょうがないんで、腕トレーニングに行きたいと思います。コーヒーを作って、あとサプリとかも作って向かいたいと思います。では今日は腕トレーニング取りますんで、またアフレコで多分説明すると思いますんで、よろしくお願いします。では、はい、腕トレになります。まず最初に絶対10分間、最近これやってます。体を温める意味と、筋肉痛を軽減させるためにやってます。はい、最初にね、インクライダンベルカールになっております。最初にアップを軽い重量で、自分が1回上げれる 20% ぐらいの30% ぐらいかの重量で、20回ぐらいやってあったからやってます。で、これ本セット入ってます。でね、最近はもうドロップセット。基本的に。ドロップセットを2セットかける2セット。だから例えば今12キロやって、12キロを10回、ギリギリで限界できる重量をやって、で、その後に7キロにすぐ落としてまたやる。これを一つの2セットを1セットにして、これを2セット行うっていう。だから合計だから1種目4セットみたいになるって感じです。時間が短縮できてより追い込めるんで、僕は最近こういうドロップセットをやってます。で、次、腕の日なんで、僕やっぱり三頭筋、二の腕よりもやっぱり三頭の方が弱いっていうことで、逆や。三頭よりも二の腕の方が弱いっていうことで、必ず二頭筋からやってます。で、これですね、普通のね、これ三頭筋のトレーニングなんですけど、普通のプレスダウン、立って行う、そのプレスダウンよりも、こっちの方が重量を扱えるっていう意味で、ダイレクトに三頭筋の、全ての部位に入ってくるんで、僕はもうこれをおすすめ。おすすめっていうか、もう最近これでもうスーパー高重量でやってます。で、これも実はフルスタックでやって、で、またこれドロップセットやるっていうような感じでやってますね。でね、これ、重すぎるんで、自分体重持っていかれるんで、腰にベルトを巻いて、持っていかれないように工夫してちょっとやってます。重量を落として手幅を広くしてみたりとか狭くしてみたりとかしてやってます。次、3種目目、二頭筋ですね。で、これが、結構パンプしてるんですけど、ある程度。で、これが立位の、普通のケーブルカールですね。で、これが、これもドロップセットでやってるんですけど、これで意識してるのが、インクラインダンベルカールだと、自分から見た時の胸に近い二の腕に入るんですけど、こっちの場合は外側の上腕筋も鍛えるイメージでやってます。で、これも丁寧に下ろす時も上げる時もゆっくり行うっていうような感じです。で、伸ばしすぎると、この種目だとちょっと抜けてしまったりするんで、基本的には伸ばしきらずに。で、最後はちょっとチーティング使って、で、この時も、チーティング使う時も上半身が動くだけっていうような感じです。はい。いけるな、いけるな。はい。次。3種目目。これ間違えてますね、僕、動画。すいません。これ、4種目目ですね。ちょっと、また、順番ちょっと逆になってるんですけど、そのまま説明していきます。で、これも10キロからスタートして、で、またドロップで、10キロスタートして、これの場合は本当に、これも本当になんですかね、全体を鍛えるようなイメージで
これも負荷が抜けないので、最後の種目にはとっておきかなと思います。どっちかというとなんか力こぶを作るようなイメージですね、これは。で、右腕ですね。右腕の方はやっぱり上腕筋がね、ちょっと強いんですよね。外から見た時の張り出しがあるんですよ。やっぱり利き腕やから、まあこういうのも関係してくると思うんですけど、まあかなり。これも10キロでやって、最後10キロで限界やって、片方の腕でサポートして、で、またこれで3、4回限界まで追い込んで、でその後1人でまたドロップで、7キロか6キロに落として、また1人で追い込むっていうような感じになります。まあかなりね、これがね、きついんですよ。正直腕トレね、好きな人いるかちょっとどうかわかんないですけど、僕はあんまり好きじゃないです。特に二頭筋。きつい。なぜか知らない。こんなちっちゃい筋肉なのになぜかきつい。三頭筋はね、好きなんですよ。好きやからなんかでかいっていうか、多分、二頭筋をやっぱりやってなかった時期もなんかあるんでしょうね。おそらく僕の場合。これがね、3種目目になりますね。さっきの、バーベルカーブやってからの、で、これ名前はちょっとわかんないです。まあわかんないですけど、ダンベル、プリ、ストリ、なんとかカールじゃない。プレスダウンみたいな。ちょっとわかんないですけど。で、これもまあ10キロぐらいかな。これ10キロですね。で、これも肘基本固定で、内側頭ですかね。これ肘に近いよう、肘に近い、下ろすときは肘に近いところに力を入れて上げるときに、ちょっと外側も意識してひねり込むっていうようなイメージです。で、これももちろんドロップセットでもすぐに重量を落として、限界までいって重量を落として、すぐにドロップセットを行うっていうような感じです。はい、で、次ですね。まだこれ逆になってますね。ちょっとそのまま説明していきます。多分これ6種目目ですね。最後の種目ですね。これもね、めちゃめちゃハマってますね。これコツっていうよりも、胸を動かさない。肩動かさない。基本的にもう腕の三頭筋だけで動かすイメージです。で、これ最後の種目です。ちゃんと説明できてないな、多分。まあいいですわ。一応これが最後の上腕筋と前腕の外側ですね。これはもう必ずやってますね、最近は。これもドロップセットでやってます。ありがとうございます。はい、帰ってまいりました。今日の腕トレきつかったですね。では、今から食べていきたいと思います。ヨーグルト 100g 食べます。ブルーベリージャム入ってます。スープ。お吸い物に生姜ちょっととわかめ。これがブロッコリーと野菜たち。あと胸肉 90g。100g ですね。低温調理した後の 90g。で、米。雑穀米150。雑穀米がマジでいいっすね。雑穀米に逆に変えてから食物繊維やっぱ多く取ると便がいいっすね。多分。20g ぐらい取ってるんですけど、成人男性というか 20g ぐらいがちょうどいいって言われてるんで、ほんまにちょうどいいぐらいです。20g ぐらいが。では今から食べていきたいと思います。もう腹減りすぎてやばいっすね。もう正直。うまっ。本当に朝枯渇してると朝の飯がいっちゃうま感じるっすね。マジやばいぐらい。帰ってくる時の家の階段とかも足ガクガクすぎてめっちゃ気持ち悪いっすね。その格好。うまっ。
客様からね、いただいたやつも、夜いつもアーモンド食べてたんですけど、ちょうどアーモンド10個と一緒ぐらいのカロリーなんで、夜に食べてます。ありがとうございます。きついっていうかもう、あと最後ほんまやりきるだけですね。ほんまやりきるだけ。やるしかない。頑張ろう。これ買ったんですよ。なんとかフィットっていう、なんか U フィットやったかな。めちゃめちゃいいです。こんな感じで。基本毎日やってます。で今日腕やったんで、もうめっちゃ気持ちいいですね。今もう4段階あるんですけど。で、なんかこういう、なんかいろいろとあるっす。なんか、こうやって。では、食べていきたいと思います。あとアーモンド 10g ですね。でも野菜があるから、なんか、こう、見栄えがいいというか、その、量を多く感じるっていう。やっぱり目も大事ですね。こう見て、なんか、あ、ボリュームあるな、みたいな。っていうのもすごい大事だなと思います。では、食べていきます。オンライン英会話の方が終わりまして、はい、いつもと一緒の日常動画になっておるんですが、でね、2食目になります。2食目。こうお吸い物、こうわかめ入れて、あと生姜 1g。でこれが質が、目玉焼き、胸肉 90g、梅しそ 3g ぐらいかな。ブロッコリーと野菜たち。ノンオイルのドレッシングのごまドレッシングが、ほんの 5g ちょっとぐらい。で、塩 1g と、さつまいも 160g 今回は。で、まあ食べていきたいと思います。明日休み、筋トレ明日休みで、明後日からカーボディプリートを4日間したいと思います。カーボディプリートっていうやつが、4日間炭水化物を抜くっていう、ダイエットというか、枯渇というか、僕結構ちょっと炭水化物抜くやすタイプなんで、枯渇させてどんどんこう吸収して消化できるような体を作るっていう意味もありますし、最後の追い込みでちょっと絞り上げるっていう意味で、25日の1週間前とかはやってなかったんですけど、燃焼してしまったら12月17日にきつくなると思ったんで、通常通りの減量で量を少なくしただけやったんですけど、今回はもう一切炭水化物抜きで、しかもカロリーも基礎代謝よりもちょっともう低いか、もしくは一緒ぐらい、それよりも低いぐらいでちょっと計算してやっていこうかなっていうのは。単純に今胸肉 100g なんですけど、それを倍にして 200g して、で脂質を倍にするだけですね。野菜たちは普通に摂る。本当にこういうさつまいもとか、雑穀米とか、あとトレーニング中のポカリのカーボとか、炭水化物とかっていうのを全部抜くっていうような感じでやっていこうかなと思います。かなりきついですよね、これか。力も入らないし、もう最後ちょっと今回の本当に減量シーズン半年ぐらいでめっちゃ長かったんですけど、今回最後の大会になりますんで、やりきりたいと思います。では今日と明日の食事は本当に楽しみたいと思います。あと今日と明日でちょっと量を増やすかもしれないですね、炭水化物も。でも増やせないかもしれないですよ。そんなでいくかもしれないです。ちょっとなんか食べたいものがあったら、限られるんですけど、ちょっと多めに食べようかなぐらいで考えてます。では、食べていきます。はい。先ほどね、3食目食べ終わりまして、今から型取りに行きたいと思います。今のトレーニングルーティンがね、3日に1回、違うわ。3日やって1日休んで、3日やって1日休んでっていうのを朝昼でやってるんですけど、それが今回が最終日の3日目の昼、6回目のトレーニングですね。体がだいぶやばいです。めちゃめちゃきついですね、正直。昼寝したんですけど、2食目終わってから40分ぐらい多分寝たんですかね。寝てから起きてすぐ飯食ってっていうような感じでやったんですけど、疲れが取れてないですね。今日ちょっと早く起きるの早すぎたんで、では、型取りに行きたいと思います。型取りも動画を撮ろうかなと思いますんで、またアフレコで、また細かく説明したいと思います。では、行ってきます。頑張るさん、はい、では型トレの開始していきたいと思います。まず1種目目ですね。サイドレイズではないんですよ。でもちょっとマシンが空いてなかったので、これでアップ最初してたんですけど、これがまず1種目目になります。これね、内転筋を鍛える、足のこの内股を鍛えるトレーニングなんですけど、肩のこのサイドレイズで代用できるっていうので、最近めちゃめちゃこれにハマってて、
でね、普通のね、座ってやるマシンのサイドレイズよりも、こういう、ちょっとなんか寝てやる方が、まあ、背中が固定されるんで、その肩の位置であったりとか、力が入れやすいんですよね。なんで僕ね、本当に肩のトレーニング、ほんまに多分下手っすね、多分。あんまり効かすのが得意じゃないんで、やっぱりああいうマシンがすごいやってますね、肩の場合は。で、次ですね。立位の、ダンベルプレス。ショルダーダンベルプレス。結構やる人少ないんですけど、結構座ってやったりすると、やっぱこう、状態が不安定の方が、肩に入りやすいっていうので、僕はもう、基本的にはもう最近、立位の方で、全部に効かすイメージをしてます。全部は三角筋の前の方ですね。で、これが、3種目目で、ワンハンドのマシンのリア。もう基本的にもう結構確立してきてますね。1種目目、2種目目、3種目目。大体もう最近のトレーニングはもう同じやつをばっかりやってます。そこで重量とか回数とかを見て追い込んでるっていうような感じですね。やっぱこれ片方することによって、これなんですけど、戻すときに遠くを伸ばすようなイメージ。やるとすごい三角筋の後ろが伸びてきます。で、これでサイドレイズ4種目目ですね。コンディション、悪くないですけど、まだまだ上げるそうやなって感じですね。でも、やっぱりサイドレイズ、あんまり入りにくいですね、多分僕の場合。やっぱマシンとかの方がいいですね、サイドレイズの場合は。で、これが、ショルダープレス。で、これもね、背中をつけると、やっぱ胸の上部に入ってくるんで、もう正直今のトレーニング頻度だと、もう胸と肩とかっていうのはもう別々にしてるんで、全く。なんで基本的にも肩やっても肩だけに入れるようにしっかりやってるっていう。で、これもやっぱり立位のような感じで結構上半身がなんすかね、固定されてないんで、すごい肩だけで上げれるんで、でも肩だけで上げれるイコール、重量があんまり持てないっていうのがあるんで、少し技術が必要です。あと体幹もちょっと必要です。でもこれもすごい、なんすかね、この動画で前から見てもらったらわかるんですけど、あんまりなんすかね、胸の上部に入ってる動きじゃないんですよね、どっちかというと。本当に、基本的にも肩の全部とチューブに入れるイメージですね。いい感じですね。これももう全部ドロップセットです。で、今回の場合はドロップを3セットしちゃってますね。ちょっともっと追い込みたいっていうので。やっぱりやっぱ朝とやっぱ昼、やっぱり昼の方がやっぱり力が入るっていうか、やっぱり結果の出具合とか、やっぱりエネルギーがちゃんと回ってるから、すごいいいですね。でも朝の方が人が少なかったりとかっていうので、すごい集中できやすいですね。で、なんかマシンとかよく使う部位を基本的になんか朝にやってるって感じです。はい、コンディションですね。もう多分こういうのを撮ってね、見てたらすごい変人やと思われるんですけどね、正直言うと。結構ね、やっぱり全然25日の1週間前のトレーニングとかと全然違うっすね。だいぶ血管とかストリエーションがだいぶ出てますね。動画で見てもらったら普通にわかると思うんですけど。はい、次、アップライトローですね。もう順番もね、基本一緒っすね。もう肩のトレーニング、腕のトレーニングにしても、もう大体もう全部の部位のトレーニングもそうなんですけど、ほとんど一緒っすね。これもアップライトローも立ってやると、なんですかね、背中とか僧帽筋にめっちゃ入るんですよね。これ寝てするとまた背中が固定されてるんで、これの場合だと。すごい肩にフォーカスしやすい。集中できやすいっていうので、僕は最近、アップライトローは寝てやってます。でね、これね、手幅を狭くしすぎると腕に入るんですよ、ちょっと。なんで基本的にちょっと手幅を広くするようなイメージで、肩からチューブの下側から上の方までやるイメージで、下ろすときもなるべく意識してやってます。で、次、肩の後部のトレーニングですね。基本的に、これは、肘を閉じて、肘を閉じて後ろの方に行くと背中の後ろに入ってしまうんで、基本的に背中って腕で引くようなイメージで、ちょっと肘を開げるようなイメージですね。で、これも基本的には肩を抜くようなイメージでやるとすごい
肩の後ろに入ってきます。で、またこれ最後の締めで、これどんだけ好きやねんっていう風にやるんですけども、最近は、でもね、この内転系のトレーニングマシンなんですけど、メーカーによってもできるできひんっていうのがあって、このライフイチフィットネスっていうマシンなんですけど、このマシンにおいては、すごいなんか入るっていうね。皆さんぜひ自分のジムであったらやってみてください。ちょっと変人やと思われたらドンマイなんで、はい。で、これも追い込んでますね。これもドロップセットで最後。でね、こう手の角度とかでやっぱり入り方が全然違うんですよ。こう、拳を上にしたりとか逆に下にしたりとか、で逆に横でやったりとかするとまた入り方が全然違うんで、もう僕はこれをいろんなバリエーションでとにかく最後まで追い込み切ってます。もうこれはもうすごいもう大好きですね。これ認めた。これチーティングも地味に使えたりするんで、もうぜひ試してみてください。これもうチューブと全部にしかもう入らないっていう。で最後のバックショットですね。で最後にこれ最後になかったですね。先ほどすいません。僧帽筋のトレーニング。シュラックか。もう肩の日に僕はもうシュラックを基本入ってます。で、今回はドロップじゃなくてレストポーズっていうので、同じような重量で、20秒。で、最初限界の回数やって20秒休んで、また限界やって、っていうのを20秒ずつ休んでやってます。結構ね、絞れてきたのもあるし、背中もめっちゃ頑張って、ストレッチも肩甲骨もすごいストレッチ、マッサージしてるんで、シュラックやってるだけでもすごい背中の肩甲骨周りが動いてるのが分かりますよね。で僕どっちかというと肩幅は広くなくて広がりがない方なんで、本当に広がりをつけるトレーニング、背中肩にしてもそういう意識を持って最近はすごいやってますね。シュラックを絶対皆さんやった方がいいですよ。結構後ろから見た時のボリュームが増えるんで。はい、肩これから帰ってきまして、今から4食目食べたいと思うんですが、3食目久々に白米食べたんか、昼寝した後にすぐ食べたんかわかんないですけど、ずっと胃の調子が悪くて、やっと有酸素が終わって20分、やっとお腹が抑えても痛くないような感じでスカスカになったんで、なんかお腹空いたっていう感じはあんまないんですけど、でもフラフラしてるんでエネルギーは多分余裕で足りてないですね。なんでなんやろうってね、謎っすね。ちょっとよくわからんですけど。で、また、はい。これね。見てください。ざっとかないと。治るのかな。毎日一緒ですね。正直、なんかね、食べてもいいんですけど、今日は食欲がなさそうなんで。メンタル的にやっぱりなんか、もし過食しそうになったらもう食べてもいいよスタンスで行った方が逆になんか食欲が失せるというか、絶対これしか食べたらあかんのやっていう風になれば、やっぱり食べたくなるんで、今日もだからめっちゃ体疲れてるんで、なんか食べた方がいいかなと思うぐらいなんですけどもね、今日は。とりあえず食べていきますか。腕トレと肩トレのアフレコはどうでしたか？では、今から食べていきたいと思います。はい、次の朝になっております。またいつもと一緒のような感じでコーヒーを飲んでビタミンとって、今日はね、オフの日になっておりまして、明日からカーボディブリードをするんで、4日間。正直結構怖いというか、炭水化物を一切抜くんで、あとカロリーも結構ローカロリーになるんで、基礎代謝よりも低い時も低いかな。ビビるはちょっと4日間、マジで体枯渇させていきたいと思います。今日はその唯一の休みの日なんで、しっかり昨日の動画の編集をして、しっかり休んでいきたいと思います。一日ありがとうございました。僕の腕トレ肩トレ参考になっていただければありがたいです。またね、ちょうど今日、次の日の朝になってますが、また明日、リプリートスタートということで、動画を4日間まとめて撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、また4日後、5日後にお会いしましょう。またねー。